こんにちは。 GoPro Hero 11が発売されて1ヶ月ほど経ちますが、皆さん楽しまれてるでしょうか？私もですね、この1ヶ月間どこに行く時も肌身離さずこの GoPro を持ってですね、出かけていき、いろんな撮影をしてみました。この1ヶ月間に Hero 11と Hero 10の比較をいろいろと取りためてきましたので、今日はそれを一気にお見せしたいと思います。サイドバイサイドで忖度なしでお見せします。この映像を見ていただければ、Hero 10から11へのアップグレードが本当に必要なのかどうかとか、また新しく買うならどっちがいいのかとか、そういったこともね、分かっていただけると思います。全部で10種類ほどのシチュエーションで撮影しています。そしてそれぞれいろんなパターンで撮影していますので、この比較映像を見ていただければね、違いがはっきり分かるんじゃないかなと思います。比較映像の後には1ヶ月ほど私が徹底的に使ってみて分かった10と11の違いなんかについても簡単にお話できたらと思っています。ではぜひ最後までご覧ください。どうぞ。 GoPro ビデオスタート。これをママに渡して撮ってもらいましょう。じゃあ両方ともブーストがオンになる。これどうしたらいいの？両手で。僕の方を映していくよ。重たいな、やっぱこれ。よう任せた方がいいね、こうやって。よあー疲れた。どのぐらい揺れるんでしょうか。自転車で下りながら両方とも撮ってみたいと思います。 4K60 でハイパービューとスーパービューです。画角の違い、それから10ビットと8ビットの違いとか撮ってみたいと思います。こんな感じで行ってみたいと思います。じゃあうわー、揺れる。どうでしょうか。このね、ハジョールがむっちゃこうカメラが揺すられるんですよ。それからこの結構明暗さがはっきりしてるので、影の部分と明るい部分の差とか、あと色とかね、全部オートなんですけど、どう違うのか楽しみです。
じゃあ今からですね、まずは水平維持オンでやってみたいと思います。こっちが10、11です。水平維持オンなので、10はある程度傾けるとカクンといきますが、11はいきません。こんな感じです。でこれでちょっと走ってみたいと思います。はい、用意ドン、行こう。はい、行くよ。はい、もっともっともっと、こっちこっちこっち。どうでしょうか。まあジョギング程度の速さですけど、このぐらいでは全く。はい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 、もう聞こえてる。行くよ。はい、よいどん。全然どうなんでしょうか。どんな感じなんでしょうか。で今度は画角の違いを見てみたいと思います。11はハイパービュー、10はスーパービューです。どちらもブーストになっています。 GoPro ビデオスタート。またまた、こっちこっち。はい、こんな感じでグラングラン、じゃあ飛んでみる、ジャンプしてみる。どうなんでしょうか。ハイパービューとスーパービューの画角の違いがどうでしょうか。ハイパービューかなり広いですね。今からちょっと娘に忖度なしで走り回ってもらいます。大人だとどうしてもね、ちょっと忖度しちゃうんで。はい、はい、どうぞ。一応前を撮影しながら走ってください。じゃあ今度は水平維持オンにしてやってみたいと思います。じゃあさっきと同じように前を撮影しながら走ってください。転んだ弟さん撮影。弟さんヘルメット反対ですけど、ちょっと追っかけて撮ってください。クレイジーな走りをしてくれました。 GoPro ビデオスタート。大丈夫ですか。大丈夫ですか。大丈夫ですか。むっちゃ転んでましたけど大丈夫ですか。あー疲れた。パパこれでいい。ちっちゃい。今度はちょっと大きいのを乗らせてくれるそうです。よし。今からですね、ヒーロー10と11の手ブレ補正が変わったのかどうかをちょっとテストしたいと思うんですけど、もう走って、じゃあ今からレースです。よーいドン。
けどさ、もうラジコンダメじゃないこれ。かなり暗いんですが、どうでしょうか。かなり暗いです。キャンプの時の撮影とかこんな感じかなと思いますが、どうでしょうか。ガガキあるよね。这个瓜子，这个瓜子。うん葉っぱの下に置いてごらん。葉っぱの下にライト置いてごらん。そうそうそう。ほら、葉っぱが綺麗。さあいかがだったでしょうか。
差が大きいと感じる方、小さいと感じる方、本当にそれぞれだと思います。よかったらコメントに自由に書き込んでいただければと思います。私が1ヶ月ほど使ってみて感じた違いが、いくつかあるんですが、大きく分けると3つぐらいでしょうかね。細かく見ていけばいろいろ違いがあるんですが、分かりやすく今日は3つだけお話ししたいと思います。1つはメニュー体系が11の方がちょっと初心者の方に優しくなっています。プロチューンをいつも使う方には関係ないとは思うんですが、新しく購入される方は Easy モードっていうのが搭載されてますので、より使いやすくなっているかなと思います。手ブレ補正に関しては正直違いはほとんど感じませんでした。で、水平維持に関してはヒーロー11の方が360度まで対応していますので、そこは優れているかなとは思います。で、2番目に大きな違いとして画角が結構変わっています。ハイパービューというより広角に撮影できるモードが搭載されています。なのでアクションカメラらしい超広角の映像を楽しみたいっていう方は11の方がより楽しめるかもしれません。そして3番目、これがですね、一番決定的な違いかなと思うんですが、動画の後半でお見せしたように暗所性能がかなり11の方が良くなっています。上がっています。4K60fps で撮影すると一番綺麗に撮れるんですが、その状態で10と11を比較してもやっぱりノイズの量がかなり違います。10はちょっと無理して明るく映そうと頑張ってるのでよりノイズが出ている感があるんですが、11はより自然な感じで映っています。なので夜の撮影も楽しみたいという方は11の方がより楽しめるかもしれません。ということで以上3点になりますが、皆さんどんな違いを感じたでしょうか。その辺もよかったらコメントに書き込んでください。これからもいろいろミラーレスカメラとの比較とか iPhone14 との比較などもいろいろしてみたいと思っています。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。